こんにちは、ハイジー、そしてハイジーです。今日は僕らの吉野家さんに牛丼の超特盛りが出たということで話題になっていますので食べにやってきました。なんとなくこういうのってお持ち帰りじゃない方がね臨場感が出るかなと思いまして店内で食べてみることにしました。ちなみに今回の超特盛りは税込み780円なので380円の並盛りよりも400円だから高いって計算ですね。400円なので並盛り2杯よりも20円高い感じになります。そんでね、この超特盛りっていうのは結局ね何者なのかと言いますと、お肉の量、上のお肉の量が大盛りの2倍でご飯の量は大盛り特盛りと一緒っていう代物でございます。このねお肉だけ2倍になって特盛りよりも2倍になってご飯がまんまっていうのがね、ご飯だけにまんまっていうのが、すごくねスマートでいいなって僕は思いましたね。ご飯もお肉と一緒に量をねバンって増やしちゃうのはやっぱね違うなって僕も思ったんですよ。だからこれがそうじゃないんじゃないのって言ってくれた吉野家の方はすごくねやるなって僕は思いましたよね。だってさ、頭だけをこうやって増やすから正直価値があると思うんですよ。僕は高校生くらいの時にさ、絶対にさ今の知識量能力のまんま小学生に戻ったら絶対最強じゃんって思ったことあるでしょ。逆に言うと小学生の頃に目の前にさ、例えば魔法使いが現れてお前の思考能力を高校生並みにしてやろうとかって言われたとして嬉しいな、いいじゃんそれとか思ったりしてさ、でもその分体も高校生になってもらうぞとか言われたら、いやただ老けただけじゃんって思いますよね。それですだから結局バランス、ご飯の量がいつも通りだからお肉の凄さが際立つんですよね。これバランスが大事なんです。ちなみに僕がね事務所に所属したばかりのね頃にいた先輩で、目の下にねクマがあってそれはすごかった先輩がいたんですけども、本人もすごい悩んでて、ある日ね病院に行ったらクマの部分に塗る薬とクマ以外の部分に塗る日焼けクリームを渡されて、クマ以外の部分は日焼けしてバランスを取れって言われたっていうことがありましたけども、そうです、バランスが大事ってことなんですよ。あと恋もバランスが大事ですから。プリンセスさんもね歌の中で言ってましたよ。焦らずにポーカーフェイスだって、待ってるだけのジェラシーは惨めだって言ってました。しばらくは電話かけないつもりを、それが逆転のチャンスだって言ってましたから、そういうことですから。皆さんここまで来て気づいたかもしれませんが、そうです、牛丼とね関係ない話をねしすぎてねナレーションのバランスを完全に崩してますねっていうのもね、今日のナレーションは食べにね行く前の夜中に実は撮ってます。夜中のテンションでやってます。本当のことを言うとね、夜中に牛丼が食べたくなって仕方がなくなって、そういえば吉野家さんで超特盛りの牛丼始まってんじゃんって思ってさ、すんごい食べたくなったんですよ。それをもう夜中のテンションで。ただ調べてみましたら、この超特盛りが1169キロカロリーあるんですね。それを知ってちょっとビビったハイジーがいたよね。でも動画をね作りたいっていうテンションだけはあったんです。止められなかったんです。そのテンションとロマンティックだけは止められなかったんです。だからナレーション先取りっていうねちょっとはちゃめちゃなことをしてみようかなと思いまして今撮ってます。前日の夜中です。雨降ってますが、雨の音入ってるかな、ザーザー入っちゃうかもしれないっていうリスクを抱えながらも撮ってます。でもね、結局吉野家だから肉が多い吉野家だからさ、映像でそのお肉の量さえ見れば言葉にする必要はないんじゃないかなと思って。味も多分吉野家ですから、味は多分ねなんか醤油の量が倍とかさことじゃないはずじゃん。だから味は皆さん知ってる吉野家でお肉の量が倍ということで、食べてる姿さえ
お店できたらもうそれはもう飯テロなんじゃないかなと思って、こういうスタイルを今回撮ってみました。そんで食べるのにどれくらいの時間がかかるのかわからないから、ナレーションもどれくらい撮っとけばいいのかがわかんないんですけども、これ初の試みなので、というかこれ YouTube の動画としてこの感じ緩すぎるかなっていう不安も今やりながら出てきた。これ待って、テンション低いよね。いつものラジオアプリでやってるハイジのテンションだ。これちょっと待って、夜中の感じでこれまずいかもしれない。ちょっと元気出す、待って、元気出したはいいけどやることがない。今別に喋ることは特に用意してないからさ、とりあえずテンションだけ上がってきたんだけど急にね。じゃあちょっと待って、分かった。じゃあ吉野家の超特盛りの検索してみよう。で街でこれを食べた人の声をちょっとチェックして、それを映像と見ながらみんなね、今回の吉野家さんのこの超特盛り、どんな感じだったのかっていうのをね、なんか感じていただけたらなと思うんですけれども、待って、ちょっと検索するね。ちなみにこのパチパチって、僕 ASMR の中でもブラインドタッチ、パソコンのキーボードを叩いてる音をひたすら聞きながら寝るのとか結構好きなんですけども、ちょっとそれも聞かせておこうか。吉野家、ちょっと小声でボソボソつぶやきながらさ、吉野家とか検索した方がいいか。待って、吉野家超特盛り、ちょっとこれ、どうだった今の ASMR 感出た？調べてみました。たくさんリツイートされてるのは吉野家さんの公式アカウントを、リツイートしてるやつだ。牛丼新サイズ超特盛り&小盛り発売記念フォロー&リツイートで吉野家プリカ1000円分を5名様にプレゼントっていうのをみんながいっぱいリツイートしてて、待って、早速もう企画倒れの感じになったってことは、待って、でもこれ吉野家の超特盛りどんなものかと思ったけど、持ち帰りの容器からして大きさ違うわって書かれてますね。そうなんだ。これはがぜんワクワクしてきましたね。持ち帰りの容器を見るだけでもじゃあ楽しいんだ。どうしよう、店内で食べようかと思ってましたけども、持ち帰りもありなんだね。なるほどね。これはありそう。吉野家で超特盛り頼んだらめっちゃ注目されてはずかった。ありそう。そうなんだ。じゃあ僕今これ撮ってる時はまだ食べてなくて、明日行くことなんですけども、注目されちゃうんだ。ちょっと緊張してきた。そうなんだ。こそこそとじゃあ行かないといけないね。お客さんが少ない時間にね。あとめちゃくちゃ細いのにめちゃくちゃ長澤まさみにの女性が一人で吉野家来て牛丼超特盛りきれいに食べて帰って行ったんやけど、吉野家の妖精かなんかかなって言ってますけれどもこれちょっと確かにこういうのたまにあるよね。あんな人がっていうね。焼肉屋さんとかでも女性が一人で入ってきてバクバク食べて一人で帰っていく感じ、なんでしょうね。確かにね、あれ妖精っていう受け止め方素敵だね。吉野家に超特盛り食べに来たらまさかの牛丼切れ、こんなことあんの？待って、吉野家さんで牛丼切れることあんの？24時間営業だよね、吉野家さんって。大丈夫なの？それはもう店のシャッター閉めとかなきゃダメなレベルのことじゃないのって気がするんだけど、大丈夫なのかな、吉野家さんの牛丼切れ。だから超特盛りを作ってしまったがためにお肉がいっぱい出すぎて牛丼切れになるってこと？そんなことあっていいの？あとね、そんでこの方は吉野家の超特盛りを2食に分けて食べるつもりがうっかり完食ですって何してんのよてかそもそも2食に分けて食べるっていう知恵、確かにすごいね。ちょうど、いや違うよ、だったら並盛り2つでいいんだよ。ってことはそっちの方が20円安いんだから、何やってんのこの方。そんなわけでこうやってね、他の方が食べたっていう報告のコメントを読んでいくだけでがぜんね、食べるのが楽しみになってきましたっていうね、
散々食べてる姿を見せてる中でのナレーションで食べるのが楽しみになってきたっていうコメントはちょっとありえないかなって今ちょっと反省してるんですけども、こうやってね先取りナレーションもまた深夜のテンションでねやりたいなっていう気持ちとロマンティックが止められないからさっていう牛丼の動画なのに天丼かましちゃった。